皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は MSC ベリッシマシリーズ6回目です。これまでは MSC ベリッシマ船内での過ごし方や MSC ベリッシマ有料無料レストランのご紹介、お部屋紹介やおすすめの持ち物、そして前回は寄港地鹿児島での過ごし方をご紹介してきました。ご興味のある方はぜひご覧くださいね。さて、今回ご紹介するのは寄港地チェジュ島での過ごし方。私たちはツアーに申し込まずにチェジュ島を楽しんできました。ツアーにするか個人で観光するか迷われている方や、クルーズ関係なくチェジュ島を観光される方にも楽しんでいただけるかと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。今回世界遺産を見に行くツアーもあったのですが、自分たちのペースで自分たちの興味のあるところに行こうとカカオタクシーを使って観光することにしました。船のターミナルはタクシーを捕まえるのが難しいので、タクシーを使って観光されたい方はカカオタクシーアプリをダウンロードしておくと便利ですよ。とてもスムーズに観光できたのでおすすめです。カカオタクシーは日本でいうと Go アプリのようなもので、乗りたい場所と降りたい場所を設定すると迎えに来てくれて目的地へ連れて行ってくれます。またネット決済なのでタクシー内での会計は不要です。タクシー料金は日本よりもリーズナブルですよ。さて、私たちがまず向かったのはオルレ市場。魚介や八百屋、みかん屋などのお店が並び、地元の方から観光客で賑わう場所です。オルレ市場は10時開店の店が多く、10時前に市場に着いたので開店前準備に忙しいお店が多く、とっても活気がありました。とはいえまだ買い物ができそうになかったので、モーニングコーヒーを飲んで時間を潰すためカフェに行くことにしましたよ。バイクスコーヒーです。ドリンクの種類がたくさんあり、どれにしようかな迷っちゃいますね。かわいいおじさんの看板のコーヒーショップで、チェジュ島にいる間他の場所でも見かけたので韓国のチェーン店のようです。私はカフェラテ、夫はアメリカーノを注文しましたよ。夫はいわゆるブレンドコーヒーを注文したかったのですが、見当たらずアメリカーノにしたようです。ハートがかわいい。またこのカフェでは素敵な出会いがありましたよ。地元の方に話しかけてもらい少しおしゃべりしました。私たちは挨拶程度しか韓国語を話せないのですが、その方は東京で仕事をされた経験があり、流暢な日本語でチェジュ島の良さを教えてくださいました。旅のこうした素敵な出会いはいい思い出になりますよね。オルレ市場に戻ると、チェジュ島の名産品のみかん屋さんや、チェジュ島ではたくさんの魚介が取れることもあり、魚屋さんが開いていたり、みかんグッズのお土産屋さんが開いていて、いろいろと見て回りました。オルレ市場は歩いているだけでとても楽しいですね。オルレ市場の後はまたカカオタクシーを使って次の目的地へ向かいます。次の目的地はレストランサムウォンジョン。チェジュ島名物の魚介鍋を食べに行きますよ。このチェジュ島の旅は半日程度の短い滞在でしたが、タクシー運転手さんやカフェで出会った人、レストランの店主さんなど10人近い方々とコミュニケーションを取りましたが、どの方も親切で、またサービス精神旺盛で、とても楽しく気持ちよく過ごすことができました。タクシーに20分ほど乗り、目的地のレストランサムウォンジョンに到着しましたよ。このレストランはチェジュ島に住んでいる知人から
チェジュ島名物の魚介を美味しく食べられる人気店ということで予約してもらったんです。また BTS のジンさんが来たことでも有名なんですよ。店に入ると予約席で埋まっていたので、予約してくれた知人に感謝です。ジンさんが座った席を教えてもらったりと、完全に BTS ファンのアーミーだと思われていた私たちです。注文したお料理は名物のタチウオやトコブシ、エビ、タコなどが入った魚介鍋です。注文すると次から次へとお料理が運ばれてきます。そしてメインのお鍋がこちら。タチウオが丸々1匹入った細長いお鍋です。トコブシはまだ動いていますよ。とても食べるのが楽しみになるお鍋です。とっても美味しいレストランだったので、次回別動画で詳しくご紹介予定ですので、ぜひご興味のある方はそちらもご覧くださいね。私も夫も大満足の美味しさでとってもおすすめのレストランです。今回は知人に予約してもらいましたが、普段海外のレストラン予約をするときはクレジットカードのコンシェルジュ経由で予約を取るので、コンシェルジュサービスを使ってもいいかもしれませんね。また BTS のジンさんと同じメニューを食べたいという人は鍋ではなく焼きタチウオだそうなのでお間違いなく。お腹いっぱいになった私たちがカカオタクシーで次に向かったのはキティちゃんアイランド。私は幼稚園児の30数年前からキティちゃんが大好きで、韓国限定キティちゃんグッズを求めてやってきました。3階建てでいろいろとアクティビティがありますが、今回の目的は韓国限定グッズのゲットが目的なので、1階のグッズショップへ。店内に入ると日本でもおなじみのグッズが並ぶ中、なんと20年ほど前に日本で大流行したキルトキティちゃんグッズがあるではないですか。このグッズは今は韓国だけで発売されているグッズなのです。流行った当時、高校生のお姉さんたちが持っていて、実は憧れていたんですよね。後で購入したものをご紹介します。そして大満足のグッズ購入を済ませて次の目的地へ。タクシーの中から見えるチェジュ島は自然豊かでとても美しい場所だと思いました。また名産のみかん畑をたくさん見ることができましたよ。そしてタクシーに乗り到着したのは E マート。お土産を買いに来ましたよ。生活雑貨や食品などが売られている大型のスーパーマーケットで、 MAC クルーズのバスツアーの方々も立ち寄っていました。私は食べることが好きで料理も好きなので、ついつい韓国のキッチングッズが気になり、キッチングッズを物色してしまいました。タッパー類が豊富で形も実用的なものが多く、しかも安い。大量に買って帰ろうかと思いましたが、さすがに荷物がかさばってしまい持って帰るのが大変なので断念しましたよ。その代わり韓国のお箸とスプーンを買うことに。さっきのレストランでキッチンバサミの切れ味の良さとサイズも大きく、使い勝手良さそうなので欲しかったのですが、さすがに税関で止められてしまうのでこちらも断念。また可愛らしい木材のヘラとスプーンを見つけました。とても薄くて使い勝手が良さそうで、ちょっとした和え物を作る時なんかに使いたいですね。こちらもカゴの中へ。次は食品コーナーにやってきましたよ。私は旅行先でスーパーに行くのが好きで、特に調味料コーナーは楽しいんですよね。牛骨スープの素や野菜だしの素があったので、
韓国料理を作るときにいいかなと、こちらもカゴの中へ。お惣菜やキムチも気になったけれど、船に持ち込めるかわからなかったので今回は断念。カップ麺も日本で見かけるものもたくさんありましたが、想像以上の種類の多さにびっくり。クルーズ船の乗客たちがたくさん買っていました。お塩コーナーでは韓国とは関係ないけれど、イタリア産トリュフ塩がとても安く売られていたので買うことにしました。同じくらいのサイズで4000円近くしたのに、ここでは6980ウォンでだいたい700円くらいです。ついでにヒマラヤソルトも買いましたよ。あとはこんなものも買いました。ごまです。ごまは何かとお料理で使うけれど、結構いいお値段がするんですよね。どっちにしようか迷ったけれど、量の多い方をチョイス。次に見て回ったのはコーヒーやお茶コーナー。美容にいいと言われている昆布茶を発見したのでカゴの中へ。あとはトウモロコシ茶を3箱。お土産にぴったりですよね。夫が韓国メーカーのコーヒーを飲んでみたいというので、カヌというメーカーのコーヒー豆も購入することにしました。あとカビゴンのひんやりクッションが可愛くて、夫と買うかどうか本気で話し合ってしまいましたが、日本橋のポケモンショップにもあるかもとなり断念。というか、この大きなクッションを買うならタッパー買う。韓国コスメを買おうかなと思っていたのをすっかり忘れ、会計後はスーパーマーケットの隣に位置しているワールドカップスタジアムへ歩いて行ってみました。公園にもなっているので、木々がたくさんあり、綺麗な鳥がいたりして、歩いているだけでとても気持ちのいい場所でしたよ。このスタジアムは日韓ワールドカップが行われたスタジアムだそうですよ。そしてまたカカオタクシーで船のあるターミナルへ。カカオタクシーを利用したことで、自分たちのペースで自分たちの行きたいところに行ってのんびりと過ごすことができましたよ。ターミナルに到着したらレシートを持って免税カウンターへ直行し、船の中に戻りました。免税カウンターは2階にありますよ。免税手続きするのをお忘れなく。さて、購入したものはこちらです。韓国限定のキティちゃんグッズとキッチン用品にだしパック、お茶やコーヒーなどを購入しました。こうして並べたことで、韓国コスメを購入するのをすっかり忘れていたことに気づき、もう一度船から降りたくなったのでした。またチェジュ島の出港時間がちょうど日の入りと重なり、とても綺麗な夕日が沈む瞬間を見ることができましたので、最後にご紹介します。今回は MSC ベリ島寄港時チェジュ島での過ごし方をご紹介しました。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。